地上40メートルの高み。遊園地の中心へ向かって伸びるレールの上を慎重に慎重に足場を確認しながら登っていく人影が一つ。押さえつけているのは動悸と呼吸だ。今はそんなわずかな動作すら全身の邪魔になる。顔面蒼白でより高い位置を目指しているのはあろうことか静木宗十郎である。遥か地上を見下ろせばコースター乗り場には焼きたてパンたちの群れ。入り口で右往左往している彼らは刻一刻と数を増やしながらレールを登っていく宗十郎へもろ手を挙げての応援中。もどい、降りてこいとブーイングを上げている。そこまで賢くはないんだな。助かった。あれ、高いところは苦手なんだ。もちろん宗十郎も苦手だが、彼らに包囲されないのならこれはこれで少しだけマシである。追ってきているのは浮遊する卵だけ。宗十郎は大きく息をついた後、やや前かがみになって天に向かって伸びるコースターを登っていく。これで地上48メートル。ビルでいうなら16階の高さに相当する。強風が髪をさらう。人間は根本的に高所を恐れる生き物だ。ことにこのように落下のイメージを想起させる場所では本人にその気がなくても膝は震える。死を警戒する本能が安全な地上への回帰を促している。それも無理からぬこと。ジェットコースターのレールを人力で登ろうなどと笑い話を通り越してファンタジーの領域なのだから。気圧や強風による妨害、本能からの中止勧告、しびれる手足、筋力の衰え、取り留めなく暴走する思考。仮に命綱をしていようと50メートルも登れば、あと5メートルも登れば思考は恐怖で固まってしまう。加えてこの苦しみは倍々ゲームだ。1メートル進めばその時肉体と精神にかかる負担は増していく。よし、頂上まであと少し。そんな精神の負担はともかく、体の調子を注意深く測りながら宗十郎は前進する。走り詰めだった足は気を抜いた途端膝から崩れかねない。青子が宗十郎の方が危ないと念を押したのも疲労しきった体では危険すぎるからだろう。待てよ、逆を言うと疲れてなければなんとかなると思ってたんだよな、青崎は。ふわふわと浮遊する卵を眺めながら宗十郎は思い出し笑いをする。こんな無茶をすることになった顛末。ほんの10分前、2人はこんな会話を交わしていた。じゃあ次ね。正体が分かった以上、あとはどう壊すかを話し合いましょう。にんまりと笑う青子にゾゾッと背筋が寒くなる宗十郎。思えばこの時から青子は宗十郎に無茶をさせる気満々だったのだ。どう壊すかって、それなら。この鉄柵を外まで壊せる魔術があるなら考えるまでもないのではと手を挙げる宗十郎。彼がこれまでフラットスナークの本体について意見しなかったのは、ひとえに分かっていてもどうしようもないと思っていたからだ。が今は条件が違う。青子なら文字通り不可能に手が届く。そうでもないわ。私の目算だとあと50メートル分ギリギリで届かない。ダメじゃないかと目で訴える宗十郎。青子は自分の長髪に手をやると魔力を込めた指で一房スパッと切った。足りない分は努力と根性ってね。あなたはできるだけ高いところまで逃げて。頃合いを見て合図を出すから。そうしたらこれを空に放ってくれる？しずきくんの役目はそれだけでいいから。そういう青子の視線はとてもできるだけなんて言ってはいなかった。
彼女はこれ見よがしに遊園地2大アトラクションの一つ、ジェットコースターを見つめている。つまり青崎とは別行動をとってあの怪物たちに追われながら高いところに逃げ込めと。そういうこと。ほら、あのうねうね動き出してるコースターのレールとかよくない？ひでえ顔しやがるぜ。遊園地に悪魔は2匹いる。宗十郎ですらよくないと即答したくなる笑顔だった。疑いたくはないんだが、本当はあの子とグルで俺を遠回しに殺そうとしてるんじゃないか。あら、私に殺されるのならいいんでしょ？人の出現を悪用するのは良くないと思う。とても正気じゃないとうなだれる宗十郎。青子の言う通りにしていたらキッツィちゃんに食べられる前に過労死しそうだ。私だって鬼じゃないわ。ほら、こっち向いて。おまじないかけてあげる。軽い接触。息と息、肌と肌が触れ合う距離。尾崎と続く声が弱い。それは一方にとってはごく当たり前の魔術で、一方にとっては頭が真っ白になるほどの柔らかな不意打ちだった。軽く、弱く、うまく、早く。チクタクチクタク、急げや急げ。通常の声帯では発音できない何か特殊な重みを持った声が宗十郎の鼓膜に響く。もし言葉に色が見えたのなら、きっと彼女の名前の通りの色だっただろう。疲れ切っていた体が熱くなっていた血液が緩やかに冷やされていく。飛ぶ、泳ぐ、駆け抜ける。チクタクチクタク、汽笛を鳴らせ。星はいつでも北の空。どこまでも、いつまでも。実際には5秒ほど。不意をつかれた彼にとっては、もう少しだけ長く感じられた触れ合いは、こうして何の失敗もなく名残惜しくも完了した。よし、暗示成功したはず。ここまで手応えがあったの初めてだし、アリスの小言もたまには役に立つじゃない。はしゃぐ青子ととにかく現状がつかめない宗十郎。今のは一体何だったのかと聞くと、簡単な暗示よ。一時的に恐怖心を消しておいたから、高いところに登っても平気なはず。あの手の作業で一番足を引っ張るのは同様でしょ。恐怖も何も感じなければ、地上何メートルだろうと平均台とそう変わらないってわけ。なるほどと手を打つ純木少年。青子の言っていることは眉唾だが、さっきの謎の行為はそういうことかと納得する宗十郎だった。やっと着いた。山なりのレールの頂点。宗十郎は地上60メートル近い高みに到着し、遊園地を俯瞰する。青子の姿はすぐに発見できた。この地点からそう離れていない広場で何やら怪しげな作業を行っている。青子の周囲は静かなものだ。ブレッドマンたちは宗十郎を追いかけようとして未だにコースター入り口で試行錯誤の真っ只中。距離にしてもう100メートル以上も離れている。汗をかくはずだ。こんなに移動したのか。真冬の強風で額の汗はすぐに乾くが、シャツの下は汗で濡れている。1キロマラソン以上の運動量プラス冷や汗分も含まれているに違いない。でもよかった。あとは合図を待つだけだ。心底から安心する。この方法で青子がスナークを破壊できるからではない。
彼はそんなことよりミラーハウスでの借りを少しでも返せる気がして嬉しいのだ。青子のいた広場から青い魔弾が昇る。合図だ。宗十郎はレールの上に立ち上がり、ポケットにしまった巾着袋を放り投げた。ここは不安定な足場であることを考えない豪快なオーバースロー。巾着袋は放物線を描きながら青子のいる方角に向かっていき、ほどなくして空に溶けた。巾着には彼女の髪と重しの小石が入っていた。高いところから風に乗せてくれれば、あとは何とかするから。青子はそう言ったが、操縦のなりに工夫した結果である。一房の髪は持ち主である少女を見守るように滞空する。宗十郎に託された仕事は終わった。未だ浮遊する卵は気になるが、これは彼にどうにかできるものではない。宗十郎はほっと息をついて事の成り行きを見届けようと身を乗り出し、むむ。視界の隅、青子のいる広場に近寄りつつある何か見覚えのあるものを見かけた気がした。ルートセット。ディレクト1層2層予備に3層。魔力提供、体現に固定、循環よし、射角よし、術式安定、大まかよし。レンガの上に文様が刻まれていく。かつてない大栄翔によるかつてない大射程の魔術講師。ほのかな緊張と高揚を胸に留めながら、新米魔術師は指を鳴らす。決めた。ツアープランスターマイン。術式の中心に膝をつき、夜空を見上げる青子。おとぎの国と化した遊園地だったが、もうその片鱗すら彼女の視界には映らない。青い目に映るのはたった一つの触れられぬもの。実はずっと気になっていたことが。答え合わせです。つい数分ほど前の話。そう切り出して宗十郎はある事実を口にした。本当に単純な食い違い。1時間前までの現実とたった今の幻想と、その最小にして最大の間違いを。雲があったから勘違いしたんだろうけど、見えているのに見えないもの。現実ではありえなくって、ここにあるものもおかしいもの。あらゆる原型が変わっていく遊園地で堂々と正常な形を見せつけていた。今夜は新月なんだ、青崎。思えば初めっからその形だったものね、あんたは。月までの距離は30万キロメートル、38万キロメートル。本当にそこまで同じであるなら、まさしく異名に恥じない怪物だ。だがそうであるのなら、姿を隠す必要はない。堂々と正体を明かせばいい。正体を隠すのは手の届く位置にいるからこそ。あの怪物の擬態は同時に人間の手で到達可能であることを示している。こっちの最大射程はよくて600ってところだけど。こうなったら力尽きるまで。この遊園地中の魔力を総動員して魔弾の手を伸ばしてみせる。夜空に青い花火がある。
風に舞う自分の髪を見上げ、青子は虚空をつかむように右手を伸ばした。魔術師にとって自身の肉体は一級品の触媒だ。女性の魔術師であるなら、年月を積み重ねた紙は特に貴重かつ強力な燃料になる。扱いはそれこそ念じるだけでいい。彼女は力強く開いた指を握り込み、三層展開、全術式連結起動。月と自らをつなげる明確な挑戦状を叩きつけた。霧が渦巻く。中空に現れた青い魔術師と見て、神の怪物がその牙をむき出しにする。見抜かれたですって。アリスがその変化に気づいたとき、青子、スナークの両者は共に明確な敵意を向け合っていた。そうなら青子の勝ちよ。すぐに戻りなさい。確かに雨雲を消したのはヒントの上げすぎだけど、それぐらいは多めに見て。スナーク、霧の集結は止まらない。夜空に浮かぶ月は不遜極まる魔法使いを許しはしない。夜の王たる自分を敬わぬばかりか、あんなあからさまに挑戦状を叩きつけられては怒りの収めようがない。スナーク。慌てて方向に来るコマ鳥を手で払いながら、少女は変貌していく黄金の月を凝視する。静止の声は届かない。童話の怪物は誰ははばかることなく、その強大な力をちっぽけな獲物に振り下ろそうと。うなりを上げる魔弾の炉心、回転する肉体の魔術回路。架空の炎に神経を焼かれながら、青子は魔力を走らせる。地面に刻んだ術式は青子とリンクしている。術式を読み込み実行するのは今まで通りだが、出力はその比ではない。同じ工程でもこれほどの火力なら術者にも害が及ぶ。あるいは神経が焼き崩れるほどの。でもいける。怖いぐらいに上昇する架空の熱量。底なしの感覚に身震いする青子だが、そうでなくてはこの戦法を選んだ意味がない。青子はもう移動できない。藤十郎からスナークの正体を聞いたとき、彼女は移動する砲台の優先位を捨てて、設置砲台になる道を選んだ。そうでなければ届かない。この位置、この角度で刻印を固定しなければ、スナークハントはできないのだ。同時にそれは次の手段がないことを示している。口火を切ればこの場所で最後まで戦うしかない。それでいいと青子は大きく息を吸い込んだ。準備は万端。ロケットの噴射に等しい魔力の渦を直接あの月まで届かせる。中空に浮かぶ第3層は臨界に達した魔力を打ち出す重工であり、射角を調整する小星だ。霧？この照準越しに月が歪む。魔力を充電する青子を嘲笑うように、黄金の月はその正体を表している。さあ、天を仰げ。異能なき婿の血統。あれこそは魔天の一角、緑色の霧、紺碧の雲に霞む神秘の姿。魔術世界において至宝と称され、一つの王国より希少と名付けられたクラウンファンタジー。あれが
フラットスナーク。始まりより分かれたこの世で最も大きな巨峰。まだ早いけど、これ以上のためは許されないと本能が叫んでいた。正体を暴かれようと敵は最高級の童話の怪物。この状況でも反撃の用意はあることをむき出しの敵意が示している。こっちはもう動けない。逃げを捨てての大栄翔。先に撃たれたらそこで終わりだ。故にその前に撃ち落とす。魔力は8分、呪術式は正常稼働、あとは引き金を引くだけだが、本当にそれでいいのかと冷静な自分が告げる。始めてしまえば後戻りはできない。この先はコンマの戦いだ。判断ミスを食い入る瞬間さえない。0.1 秒の迷いが天秤を傾ける。痛みへの覚悟も失着への開き直りはできているか。そもそも本当にお前はそのちっぽけな魔弾で突きを落とすことができるのか。いい。とりあえず当たった後で考える。月を見据える僧帽に決意を込める。魔弾を放った瞬間、強大なフィードバックが全身を打ちのめすことを念頭に入れている。上等。出し惜しみはなし。目いっぱいぶん回すわ。空を狙う狙撃手は規定とともに一撃必中、超長距離射程の魔弾を解き放つ。地上から魔弾を抱く第3層。青子の分身ともいえる刻印が月を射抜けと光を放つ。だが光を砕く青の天外。瞬間火炎温度3000度に匹敵するエーテルが真っ向から無に帰していく。身に余る大魔術の反動に全身の血が沸騰する。停止した心臓、激痛と衝撃で麻痺する脳髄、末端から壊死していく神経、それら全てを魔術刻印が強引に蘇生させる。氷で防がれた。真っ白にくらむ視界の中、青子は確かに見た。校内の血を飲み込んで頭上を睨む。そこには巨大な氷塊を盾にして嘲笑ういびつで邪悪なドクロの顔が。撃つのが遅すぎた。それとも早すぎた。盾を作られる前に撃てばよかった。それとも正面からじゃ無謀すぎた。どっちでもいい。一層二層再起動。急いで。考える余分も迷っている余裕もない。遊園地中の魔力が集結する。一方は青子、もう一方は君臨する月の顔に。今の氷は未完成だと青子は直感した。こちらがそうであったようにフラットスナークもまだ上限に達していない。そうだからこそまずい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 。術式の加速は青子自身を傷つける。つながっている以上術式に負担をかけるほど騎士には青子の体にのしかかる。それでも今は耐えるしかない。なぜならあの氷、私のマックスよりもっと上だ。今の一撃で互いの戦力が分かってしまった。
魔力量こそ同じでも形をなす術式の強度が違う。青子は限界まで魔力を充電してもようやく今の氷塊を打ち抜ける程度なの。すなわちスナークは限界まで魔力を集めた場合何をやっても押し負ける。ならその前に示談を装填する。空中の第3層に命令を届かせる。体への負担を無視して一層の術式を加速させる。右手の一層は周囲の魔力を吸収蓄電する役割。遊園地を追うのブラッドスナーク自身が吐き出した太古のエーテルが術式に注ぎ込まれる。当然術式と一体化している青子の体は許容量をはるかに超えた魔力に悲鳴を上げる。いや歓喜のうちに震える。魔術師にとって魔力とは神秘に至るための存在。体内時間の膨張、自我の誘拐、肉体からの解放、言ってしまえば臨死体験。このギリギリの境界で青子は現実を直視する。その現実が激痛に耐える意志を折りに誰であろうと差は歴然。青崎青子という方針ではあの氷塊を削ることさえできはしない。それか術式をなお加速させる。ドクロが笑う。氷塊は盾ではない。あれは身をわきまえない魔術師を押しつぶすもの。遊園地全体を陥没させる一撃で青子だけでなくコースターの上にいる彼さえも踏み砕こうと笑っている。どうした臨界寸前の魔術界指先はおろか眼球まで焼く天下。それでも魔弾の引き金を使用。神経の伝達速度で枚数式をアレンジする。一撃では超えられない。側面から撃つ手段はない。ならやるべき答えは明白すぎる。セレクタオルタネイト。変革する第3層。直流から交流へ。本来なら軌道の変化を得意とする術式だが今は単純に数が欲しい。セットオクタグラム全階層ぶん回せ。遊園地を照らす青い太陽。最大出力の光弾が黄金の月を糸目に走る。引き金は絞ったまま際限なく取り込む魔力を休むことなく放ち続ける。臨界域から吹き出される青い炎だが氷塊は臨界さえしない。温度以上に形捉えた魔力量が違いすぎる。体内の魔術回路の負荷が鮮血となって垂れ切る。これだけ回してんのにいつの方が全然この戦いは遊園地に満ちた魔力の奪い合いでもある。元よりここはスナークの庭。空間の支配率はスナークが8割、青子は2割に過ぎない。
勝敗を告げるように氷の城が落ちてくる。青子にできるのはその結末を遅らせる程度。追い詰められるだけと分かっていながら今は魔弾を打ち続けるしかない。ああ、でも今ならまだ他に手はある。この魔力を全て防御に回せば万が一、いや高い確率で自分だけは助かるのではと。うるさい。ここの魔力を使い切ればあの氷だって。破綻した希望にすがって青子は回路を回し続ける。魔力のオーバードーズで停止する時間、永遠に続く1秒の激痛。その中で何かがひたひたと、何かが遊園地の物陰から、何かが全身が総気立つ。頭上の氷塊なんて問題じゃない。静止した時間の中でひたひたと赤い死がやってくる。なんでこんなところで。恐怖で精神が破裂しかける。心の形成がほころびかける。それは彼女の背後にまでやってきて、ひたりと血まみれの手で後ろから青子の両頬に手を当てて、こんにちは。あらゆる感情、あらゆる自我が絶叫したがる。もういい、どうでもいい、何でもいい。逃げられるのなら逃げてしまえ。隠しているのなら明かせばいい。使えるのならそんなものいっそ無慈悲に使えばいい。そうだ、彼女は起死回生の切り札を持っている。あんな氷塊、あんな玩具なんてものともしない奇跡をある日ポンと冗談みたいに手渡された。それをこの赤い死が殺しに来る。例えば破滅、使えば破滅、使わずとも氷に潰されて死滅。ならどうしてためらう必要がある？別に使用制限なんてものはない。10日に何かが失われることもない。ただ彼女が彼女でなくなるだけ。たったそれだけ。人間なんて曖昧なものだ。脳の電流は1分ごとに何十回と断線して何一ついつまでも続いているものなんてない。それは別段軽蔑することでもなく、それは格段禁忌するものでもない。なのに口から漏れた声は怒りだった。赤い影はかすかに首をかしげる。少女は声なき声で叫ぶ。魔法を使えば勝てる？事情も知らないでよくも勝手な。だいたいそもそもあんなのどうやって使えってのよ。彼女にはその魔法テララの有効な利用法がどうにも思い当たらない。私。一瞬錯覚から目を覚ます。折れようとしていた心が見せた幻。最低ラインの弱音が逆に少女の誇りに火をつけた。逃げるのか？そうだ、自分は王手をかけられているが、
それは相手も同じこと。なぜ負けているかは明白で、あとは対策を立てるだけ。それは十分に実行可能だ。確かに無茶な話だけど、試す前から諦めるのは許されない。そうだ。放り出すのはやれることを全部やってから。もう感覚さえない指を握りしめる。思考に浮かんだ無理難題は正気を疑う大博打だ。初めの一歩をコンマでも間違えれば、その時点で青子の体は蒸発する。ああ、でも彼女は逃げなかった少年を知っている。絶体絶命の窮地なのにギリギリまで耐え続けた。ちっぽけでも輝ける強い勇気を知っている。そう、この敗北は自分だけの問題ではない。あの氷が落ちれば遊園地そのものが倒壊する。平気な顔で命がけの綱渡りをやり通した誰かさんの成果も無駄になる。ほんと、それじゃあ何のために意地を張ったかわからない。出ていた自信はそれこそ走る電火のようだ。このまま氷に押し潰されるのなんて大差で、どうせ負けるのなら自滅がいいと少女は思う。負けず嫌いで5年遊ばせ、こうなったらやられる前に灰になるまで燃え尽きてやる。チェンジチェンジチェンジ。激流する体内まで分解寸前の魔術界。魔術を形にした刻印は皮膚や肉のみならず骨の骨の芯までその文字を刻んでいく。仕事に開脚の演技が浮かぶ。あまりの激痛に理性基準が逆転した。これも当然。なんだ、やればできるじゃない私。極限を迎えてまだ耐えている自分の体を褒めてやらないでどうするのか。骸骨の面が異常に気づく。空間の支配率が拮抗していることを彼はようやく観測した。だがその慢心を笑えようか。1000点を超える器物の王フラットスナークに勝る魔力使いがこの末世の時代に現れるなど。呼吸を整える。この後に来るであろう激痛に甘える。あの氷を打ち破る。使用できる魔力量は同じ。なのに力負けしているのはつまり出力装置に差があった。魔力の吸引方針の規模で負けているのなら、単純な話、私をでかくするだけでいい。チェンジツアープラン。フィードバックは今までの比ではないだろう。彼女の選択は単純にして万有極まりない。最大展開する2つの術式。一層は巨大な渦と化して霧という霧を吸い込み、二層は片っ端から魔力を加工して青子に注ぎ込む。私の想定が甘かった。撃ち落とすなんて半端もいいとこ。この場合跡形もなく打ち砕くったら。一社の隠し物に太古の魔力が呼応する。のたうち回るおよちの文様。反旗を翻す声なき魔力。さあ、いざ地を顧みよ竹木さん。あれなるは開拓のプラントップランナー。
これより数多の神秘、あらゆる伝承を台無しにする恐れ知らずの人類代表。貸し借りはここまでよ、嘘つきブーチャム。お望み通りのしをつけて返してあげる。消滅の輪に乗る最新の魔法使い。同次第の砲弾が氷の城を誘拐させる。方針は焼き切れない。彼女の魔力の扱いは手がかった。最大10万キロ、赤道2周半に相当するバイパスは貪欲に魔力を受け入れ、倍の速度で魔弾を月へと叩き込む。いな月面に思想が浮かぶ。廃油エンジンに響く恐怖あるいは憤怒の叫び。幻想に生きるそれにとって現実はかくもおぞましく眼を焦がす。その悪あきに彼女は勝利を確信した。あまりにも無駄な魔力の使い方だ。傾き出していた魔力の天秤は完全に彼女の元へ流れ込む。ツアープラン、ブラックライトスターボー、一気にぶち抜け。クラッみじんとも散る摩天水。決して届かんと歌われ、多くの挑戦者を飲んだ絶望の神秘。その人知未到を誇った先にあるものこそ破滅を叫ぶ紺碧の霧、崩壊する絶叫の空。スナークハントの魔弾は月を越えて、断末魔は潮騒のようにおとぎの国に響き渡り、勝敗はここに決した。ノームは途絶え、砕かれた氷は地上へ降ることなく無散していく。魔弾は敗因を悔やませる間もなく玉座ごと夜の王を打ち砕いた。月の油、触れられぬものフラットスナーク。廃棄されたものをよみがえらせる一夜の夢は自らの死をもって悪夢に幕を下ろしたのだ。